篠田めぐみさん、当時13歳。爆心地から約 2.8km 離れた大柴町の自宅で被爆しました。8月6日の朝は私くたびれて、もうそれこそ食料がない蚊にやられる建物疎開で、もう本当にくたくたになってたんですよ。疲労困憊してて、それで母が起こしてくれなかったんですよ。それでもう私も遅刻して行っても怒られるだけだし、ぐずぐずしてて、それで柱に寄っかかって弟にこう折り紙を折ってやってたんです。そしたら弟が朝行ってやったお豆さんをこう食べてたんですよね。そして隣のおばあちゃんが「石臼貸してくれん」言って見えたんですよ。そして弟が「おばちゃんおばちゃんも食べんちゃい」言うてこうしてお椀を出したんですよ。その瞬間にブワーッと炎が生えてきたんです。はい。私こう柱にすがってて、こっち側の部屋へ入ってきたんです。昔は生じた雨戸ですから皆開けてるんですよね。はい。でバーッと炎が入ってきて、こっちがメラメラメラと燃え上がったんです。それで私隣の部屋へ本能的に水を持って隣の部屋へ行ったらドーンと落ち込んで、すり鉢状態になって、そこでかごんどったんですよ。そしたら時計から額から天井からもういろんなものがありとあらゆるものが落ちてきまして、それでしばらくは何分かかったか分かりませんけど、じっとしてまして、そのうち静かになって、それで母が「めぐみちゃんめぐみちゃん」言うて呼ぶ声にもう我帰って、その畳を4時登るんが大変なんですよ、こういうになってるもんだから。でも4時登ってもう母見ましたら、こっち半身ずるむげやけどして、夏ですから薄着してますよね。だから弟も半分、隣のおばさんも半分外にいたもんですから、私はやけどは免れたんです、柱があって。はい。それでこれは家には住まれないし、おんぶしても抱っこしても動くことができないんで、私が母のおばんの家が4キロか5キロぐらいのところにあったんです。それでそこへ疎開させてもらおう言って、おんぶすることも抱っこしていくこともできません。2歳5ヶ月ですからちょっと大きいですしね、やけどしてますし、それで「じゃあ私が第一借りに行ってくるわ」言って、それで一人がとぼとぼと歩いて、ここの家も壊れてるな、ここは笑い屋じゃったんじゃな思いながらこう行ったんですよ、4キロの道のりを。それでとぼとぼ帰ってると、どうも竹やぶの中がおかしいんですよ。ざわめいてるんですよ。それでこうして車止めてよく見ると、兵隊さんがいっぱい竹やぶの中に、もうこう亡くなられたような方もおられるし、膝抱えてこうしておられる、もうそれこそいろんなあれで、なんで兵隊さんがと思いながら、そうしたら後ろからトラックが来て兵隊さんをどん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 置いていくんですよ、竹やぶの中へ。それで私は市内で何があったか知らないでしょう。ほんで一生懸命で母と弟を乗せて来ないといけない思って一生懸命で帰ってます。そうしたら田んぼの中にまっすぐ道があるんです。昔で言ったら農道ですけど、リヤカーが2台こうすれ違うぐらいのまっすぐ道があるんです。その向こうからね、真っ黒い集団が来るんですよ。こっち向けてどん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 ね。で私は何だろうか何だろうか思いながらこう車を引きながら、で両方がこう近づいてきたら、それはもう本当もう赤黒く焼けて、
もう心ボロボロ、半身ボロボロとか上半身ボロボロとか、ほいでもう手をこうしてね、これにこうぶら下がってるんですよ。それでもう赤ちゃんをおんぶしたり抱っこしたり、子供の手を引いたりして、まあ放心状態でもう突き当たってくる人もあるし、ああ私はどうしたんじゃろうか、地獄に迷い込んだんじゃろうか思って。広島でそういうことがあったこと全然知らないですからね。でもう怖いから見ないように見ないようにして、そしてこう農家の庭先には人がたかっとってんですよ。何しよってんかしら思ったら、キュウリを吸って、それでやけどした人にこうペタペタと貼っておられました。はは、やけどにはキュウリはいいんかと思いながら、それでまたもうぼつり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 帰りましたら、またそういうなお庭がありまして、そしたら今度はじゃがいもをね吸って、やっぱりペタ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 貼っとられて、はあじゃがいももいいんかと思いながら。でもう本当にやらさっとで大柴土手まで帰りまして、それがもう夕方じゃったんです。だから家を出たのは8時過ぎだから10時頃には家を出たと思うんですけど、もう帰りは一足で帰りましたからね。それでもうね薄暗かったと思うんです。明けて7日の日に父と私が姉を探しに行ったんです。というのが姉の服を私が敷いてたので、はい、私が行こういうことで。で歩くとここが瓦かなんか落ちたんでしょうね。まあちょっと痛かったりしたんですけども、そういうことは言ってはおられません。それで、まあ、1キロも行かないですね。2、300メートル行ったらもう焼け野ヶ原で、私の方は半壊ですけども焼けて、もう肘山が見える、恋の山が見える、福屋の建物が見える、それで金庫のようなものが残っとるだけで、もうまだあっちこっちくすぶってましたね。それで瓦の上電線をよけして道をねしてやっと横側まで行きました。それで横側の本店が横側にあるんですよ。でそこへここまで帰っとるかもわからん言うて、父が一歩足を入れたら、まあカウンターの上から土間からも怪我人とやけどの人が水言ってね、それで私はもう一歩目は入りませんでした。父は入ってもセロサチはおらんかセロサチはおらんかってずっと回ってみましたけど、結局まあいませんでして、それからまあ電車道の広い方へ行こういうことで電車道をずっと東海地の方向けて行ったんですけど、もうあそこらではもう別院の向こうの方だったですね。電車が丸焦げで、電車座ったまんまで死んどる人とか、もうそこらへ座り込んどる人とかもうくたびれて、それで探しに出とる人がぼちぼちと、それと避難して帰る人がぼちぼちぐらいで、歩く人は少なかったです。その代わり東海地を境というか電車道が曲がりますね、亀八の方へ。そうしたらもう昨日の様子とは全く違うんですよ。昨日はもうお化けみたいなボロボロの服着てこうしてね歩いてたんですけど、真っ黒の死体、丸焦げの死体。広島長崎一度でもね足を向けてこの原爆の実情を知ってほしいです。はい、話も聞いてほしいです。そしていかにその核というものが怖いかいうことをねみんな知ってほしいです。はい、そしてね私最近思うんですけど歌の世界にも国境はないですよね。スポーツの世界にも国境はないですよね。なんでこうみんながいがみ合わにいけんのかね、なんで仲良くできないんだろうかなと、そればっかり思いますね。で
もうみんながね、地球のもんがみんな手をつないで笑顔になれるような、そういう社会にしたいです。まあ核の恐ろしさはその時だけじゃなくって、68年経っても未だに続いてます。はい。それで私もあれですけども、未だに被爆者は何の病気が出てくるか爆弾抱えとるようなもんですよね。はい。だからもう核の恐ろしさいうものを皆さんに本当に知っていただきたいです。